こんにちは、榎本美沙です。まずお知らせです。榎本美沙の料理教室、来月も募集開始になりました。わー来月はですね、春の豆使い豆板醤仕込みということで、春のお豆、美味しいお豆いっぱい出てきますよねを使ったいろいろな料理、春のお豆の香りがふわっとする料理をいろいろご紹介しつつ、そら豆を使った豆板醤の仕込み方、そしてそれを使ったお料理ご紹介したいと思います。あえ麺作るんですけれども、豆板醤の風味が生かされてとっても美味しいレシピです。よろしければ榎本美沙の料理教室で検索していただくか、概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。そして今日は春の野菜が美味しくなる時期ということで、春キャベツをたっぷり使った春キャベツとしらすのペペロンチーノパスタご紹介します。フライパン一つで作れてですね、先に具材を炒めておくことでコク深い味わいに仕上がります。ぜひお試しいただけたらと思います。では材料の説明です。まずスパゲッティになります。そして主役の春キャベツたっぷり使います。選ぶときはですね、巻きが緩くて柔らかそうな葉っぱのものを選ぶといいです。そしてしらす、にんにく、赤唐辛子、オリーブオイル、塩麹、胡椒になります。では春キャベツ主役ですねから切っていきたいと思います。芯を取り除いてですね、3、4センチ四方に切ります。春キャベツはね、すごく柔らかいので、もうザクザクザクとちょっと大きめに切っていただいても美味しく食べられると思います。そして次にんにくですね。今回横薄切りに切っていきます。でですね、にんにくは芽の部分ですねはお箸なんかで取り除いておきます。ちょっと焦げやすいんですね。では調理をしていきます。今回フライパン一つでできるパスタということで、フライパンでですね、まず具材を炒めます。フライパンにオリーブオイルと、あと先ほど切ったにんにく、そして赤唐辛子ですねを入れて中火にかけます。まずですね、具材を炒めて具材を取り出して、でその旨味のあるフライパンに、お水とパスタを入れてパスタを茹でながら水分を飛ばして、後で具材を混ぜるという形にすると、フライパン一つでもね、美味しいパスタを作ることができます。はい、オイルが熱されました。にんにくのいい香りもしてきました。そしたらですね、キャベツ入れて炒めます。春キャベツはですね、本当にみずみずしいので、こう見るとたっぷりすぎないって思うかもしれないんですけれども、かさも減りますのでね、大丈夫です。たっぷり取っていただいた方が美味しいと思います。最初はですね、ちょっと触らずに、春キャベツ水分が多いので触らずにですね、ちょっと焼き色をつけて、キャベツ自身の水分で火を通していくと、香ばしい焼き目も美味しく食べられると思います。ちょっとね、香ばしい香りがしてきたなと思ったら、上下を返すイメージで炒め合わせます。美味しそうです。しんなりとしたら OK です。本当に春キャベツはですね、火通りが早いので、美味しそうになったらもう揚げていただいて大丈夫です。具材のみ取り出します。そしたら同じフライパン、洗わなくてもいいので、そのままですね、お水と、そして塩麹もここで入れます。で軽く混ぜ合わせて中火にかけます。これで一度煮立たせます。はい、沸いたらですね、パスタを入れます。で最初は全部入りきらないと思うんですけれども、ちょっとずつ柔らかくなるとですね、入ってきますので、優しく押さえるようにしながら入れていきます。そしたらですね、このまま混ぜながらですね、8分加熱をします。今回9分茹でのパスタなので、表示の時間より1分短く茹でていきます。はい、時間になりました。今ね、ほとんど水分が残ってない状態ですけれども、まだ水分結構残ってるなと思ったら強火で水分を飛ばすようにしてください。でこちらにキャベツ
戻し入れます。先ほど炒めたもの。そしてこの時期また美味しいしらすたっぷり加えます。このしらすの塩気も合わせて一緒に食べていくようなイメージです。これでもう全体が混ざれば OK です。器に盛り付けていきます。お好みで粗挽き黒胡椒を振ってこちらで出来上がりになります。はい、ではフライパン一つで作れる春キャベツとしらすのペペロンチーノパスタいただいてみたいと思います。いただきます。もうね、すごいいい香りなんです。美味しそうです。春キャベツを先にさっと炒めて後から和えているので、この春キャベツのですね甘みが引き立って、でちょっと焼き色がねついてて香ばしくて美味しいです。しらすもたっぷりでね、このしらすの塩気が春キャベツの甘みをまたぐっと引き立ててくれてるかなと思います。これはもうフライパン一つですけれどもとっても美味しいパクパク食べられます。私はですねフライパン一つで作れるパスタいろいろご紹介してまして、例えばですね納豆ときのこのお醤油パスタなんかもちょっとこれとは違うお醤油風味でね美味しいのでおすすめです。で春キャベツ大好きなので、春キャベツのおひたしなど春キャベツをたっぷり使ったレシピもいろいろご紹介しています。ご興味がある方はそちらもぜひご覧いただけたらと思います。今回春野菜の春キャベツたっぷり使いましたけれども、これからも季節に合った料理、発酵食品を使った料理いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。